俺みたいな優秀な人間がリストラだなんてありえないだろ。東大卒のエリート課長の怒声がオフィスフロアに響く。地方支社に2年間も飛ばされてたやつが適当なこと言ってんじゃねえよ。ジョークなら全然面白くないぞ。俺は数年後には部長確定の人間だぞ。成果だって出してる。それをリストラとか、この会社は人事までバカなのか？癇癪を起こした子供のように顔を真っ赤にして食ってかかってくる。だが俺は臆することなく彼の目をまっすぐに見た。その高すぎるプライドと傲慢な態度でどれだけの人に迷惑をかけているのか分かっていないらしいが、それも今日までだ。何やら勘違いしているようだね。エリートだかなんだか知らないが、身の程をわきまえてはどうだい？なおも抗おうとした彼だったが、俺が打ち明けた真実に呆然として、その場でへたり込むことになった。俺の名前は安藤祐介。加工食品会社の営業を務めている。もともとは本社勤務だったのだが、現在は地方支社に出向中の身だ。そしてこの度、俺は2年ぶりに本社へ戻ることが決まった。それから1週間後、本社へと戻った際の職務内容の打ち合わせのため、俺は久しぶりに本社を訪れていた。支社はのどかな環境と、おっとりとした社員たちに囲まれ、それはそれでいい雰囲気ではあったが、やはり本社はその醸し出す空気からしてピリッと引き締まるものを感じる。約束の時間より早めに着いてしまったので、俺はひとまずロビーで提出する書類の最終チェックを行うことにした。本社のロビーは簡易な打ち合わせなどにも使えるよう、パーテーションで区切られたスペースごとに椅子とテーブルが何セットか置かれている。そしてその片隅で束の間、俺が書類チェックに没頭していると、回転扉になっている会社の正面入り口から何やら大きな声が聞こえてきた。思わずそちらを見やれば、スーツ姿の男性が2人、ロビーを突っ切ってくるところが映る。2人とも社員証を下げているので、きっと本社の勤務なのだろう。外回りの帰りのようだ。荷物の詰まった袋を両手に下げて、しんどそうにうなだれている若い社員は、年格好からして今年入った新人なのかもしれない。そしてその横には、彼の上司と思われる30半ばの男性が、部下とは正反対にビジネスバッグのみは軽々と携え、一人だけ颯爽としたいでたちのまま、何事か部下に説教を垂れていた。だいたい、新人のお前が他でもないこの俺を差し置いて、担当と無駄な世間話に興じるのが、そもそもの間違いなんだよ。お前のせいで、この後の予定がすべて押してしまったじゃないか。上司らしき男性が、そう言ってうなだれた新人に怒鳴りつける。かわいそうに、新人の彼は重い荷物を引きずりながら、道中ずっとこんな感じで説教をされていたのだろう。その顔色はくすんで、しおしおとしおれてしまっていた。か細い声で彼が口を開く。すみません。さきさまがゴルフ好きと事前に聞いていたので、少しでも話が弾むきっかけになればいいかと思って。だが男性は、その新人の言葉をふんと鼻で笑うだけ。何もできないお前がどう気を回したって、所詮は無駄でしかないんだよ。俺はこの世で一番無駄が大っ嫌いなんだ。俺の貴重な時間を役に立たないお前ごときが奪うんじゃない。いたけだかにそう言い切った男性は、もはや返す言葉もなく、小さくなっている部下を一別すると、これ見よがしにため息をつき、さっさと彼を置いて先を歩いていってしまう。哀れ、上司に置いていかれた新人は、重そうな荷物を抱えるようにしながら、とぼとぼとその後を追いかけていった。その時、パーテーションで区切られたすぐ横のスペースから、ひそひそ声が聞こえてくる。ほら、あの上司の方が営業部の大平課長よ。2年前に他社からヘッドハンティングされたっていう。なんでも東大卒のインテリらしくて、彼の求めるレベルに達しない部下には、とても当たりがきついみたい。
へえ、東大卒。まあ、頭は良さそうだったけど、その分言動があれじゃあね。あの新人の子、下手したらトラウマになるんじゃない？ああいうタイプが上司だと苦労するよな。話しているのは、どちらも本社の社員のようだ。すぐ隣のスペースに俺がいることに気づいていないらしく、二人はその後も社内の噂話にしばらく花を咲かせていた。なるほど。あの男性は東大卒のエリートか。そして俺は先ほどの彼らの様子を反芻しながら静かに席を立ったのだった。さて、それからあっという間に時間は過ぎて、本社移動の前日となる。司社へは単身赴任で出向していたため、昨日には妻子のいる自宅へと戻ってきていた。夜、自室で明日のための準備をしていた俺のスマートフォンが着信を知らせた。発信元は俺が本社にいた頃の部下からである。はい、と応答すれば、お久しぶりです、と弾む声が返ってきた。支社勤務、お疲れ様でした。あの支社がある地域、確か有名な日本酒がありましたよね。お土産はないんですか？おいおい、開口一番がそれかよ。上司と部下という間柄だが、気心が知れた仲である相手のおどけた言葉に、早速俺は苦笑した。そのまま近況報告などを交わし、今度また飲みに行こうと約束した後、部下は、そういえば、と続ける。先輩、本社でも営業部なんですよね。先輩が出向したのと同時に、俺も移動したんで、詳しくはわからないんですけど、今の営業二課の大平課長って知ってます？タイムリーなその話題に内心驚きながら、俺は話を促した。ああ、うん。こないだ打ち合わせで本社に行った時、たまたま見かけたよ。東大卒のエリートなんだってな。すると電話口の部下が答えあぐねたようにして曖昧にうなずく。そうですね。確かに頭のキレはすごいみたいですよ。ただ、まあ、それゆえに問題を起こすタイプというか、プライドが高いっていうか、どうもあの人、社員のほとんどを自分よりバカだって思ってるみたいで。聞けば、九段の大平課長は、年齢やキャリアに関係なく、己より下だと判断した相手には、とことん強く出る性格をしているらしい。2年前、俺が出向するのと入れ違いに入社し、自身の学歴と、それからヘッドハンティングされてやってきたという経歴を傘に来て、好き勝手に立ち回っているそうだ。まあ、あの時に見た新人とのやりとりで、それとなく察したが、大平というあの人物は、どうも予想以上にいろいろなところで様々なことをやらかしているようである。気をつけてくださいね。先輩、外見の割には正義感が強いから、そういう現場を見たら絶対に口出ししたくなるでしょ。外見の割にはってなんだよ。まあでも、お前の心配は分かった。ありがとな。とりあえずその件は大丈夫だ。はい。そう断言した俺の返答に部下は首をかしげた様子だったが、それ以上こちらが何も喋る気がないと早々に悟ったらしく、落ち着いたらまた連絡くださいね。とだけ言って電話を切った。その察しの良さは変わってないな。とつかの間、懐かしさに浸りながら、俺は明日の出勤に向けて早めに就寝することにしたのだった。明けて翌日、2年ぶりに古巣へと戻り、知っている顔と挨拶を交わしながら営業部のフロアを歩いていると、すでに出勤していた九段の大平課長が煩わしそうな視線でもって、ちらっとこちらを見合ってきた。そうして彼は神経質そうに眉根を寄せながら近づいてくると、じろじろと俺のことを眺め回す。なんともぶしつけなその仕草に苦笑しながら、俺は自分から口を開いた。はじめまして、安藤です。2年間支社へ出向して、この度こちらへ戻ってまいりました。営業部副部長を任命されております。君は二課の大平課長だね。優秀だって聞いたよ。どうぞよろしく。だがあくまで朗らかに挨拶を述べた俺の顔を見て、大平課長はしらけた様子で鼻を鳴らす。
どうも、はじめまして、大平です。失礼ですけど、安藤さんって2年も支社にいたんですか？本社勤務の人間が支社へ飛ばされるだなんて、一体何をやらかしたんだか。とりあえず肩書きは上司にあたるこちらに対してのその物言いに、たまたま近くを通りかかった営業部の人間が、ぎょっとしたような顔をして足を止めた後、そそくさと足早に通り過ぎていく姿が見えた。なるほどな。誰に対してもこんな感じなのか。ある意味、分け隔てないとも言える。と俺は内心で改心しつつ、あくまで穏やかに笑みを浮かべた。いやー、特にやらかした覚えはないんだがね。支社へ出向したのは少し訳があって。はっは、この後に及んで言い訳ですか。でもそれ、無駄じゃありません？俺、効率的に物事を進められない人間ってほんと嫌いなんですよね。というか、地方に飛ばされる人間って普通に無能じゃないですか。何を分かりきったことを、とでも言うように、彼はため息をついて頬を歪ませる。ああ、この会社、あなたみたいな人まで副部長にするんですね。どんだけ有能な人員がいないんだか。ああ、そういえば今、社内の一部でリストラ候補者があぶり出しされてるとか。全くの人事といった風に大平課長はそう口にすると、にやっとその唇をつり上げて俺を見合ってきた。あなたが本社に戻されたのって、もしかしてリストラのためだったりして。ほら、その年で支社に飛ばされたままだと格好がつかないから、会社からの最後の恩情として。まあリストラされたら一緒ですけどね。完全に俺を見下した笑みを浮かべ、大平課長が得意げにそういうものだから、これには俺も同じように笑顔でもってこう返す。あ、君はまだ聞いてないのか。大平課長、君ね、今日付でリストラだよ。瞬間、目の前の神経質そうな顔がきょとんと固まった。パソコンが突然フリーズしたみたいなその様に、俺は彼の目の前でひらひらと手を振りながらもう一度ゆっくりと告げる。おーい、聞こえてる？ちなみに、君が先ほど言っていたリストラ候補者に、真っ先に君の名前が挙がってたんだよね。ということで、早く荷物をまとめてくれる？するとそこでようやく我に返ったのか、大平課長が見る間に顔を真っ赤にさせて、俺に食ってかかってきた。はぁ？なんで俺が？それ、ジョークのつもりだとしたら、全然面白くないんで。そもそも俺みたいな優秀な人間がリストラだなんて、ありえないでしょう。数年後には部長職確定ですよ。余裕があるところを見せたいのか、その口元に引きつった笑いを浮かべて俺を睨みつけてくる大平課長。だが俺は事実のみを淡々と告げていく。残念だが、まず第一に営業部長には私が内定しているんだ。はぁ？それに、確かに君は優秀かもしれないが、会社は組織だからね。君の言動は他の社員のモチベーションを明らかに下げているだろう。そこまで言われた大平課長はぐっと言葉に詰まったようだったが、一泊後には目元をつり上げてわめき散らした。おかしいだろ。なんで東大卒の俺を差し置いて、地方支社に飛ばされてたあんたが部長になるんだよ。この会社は人事に至るまでバカしかいないのか？もはや子供の癇癪みたいになっている相手をどうしたものかと思いながら、俺は先ほど彼に遮られた出向の理由を改めて口にする。何やら勘違いしているようだが、私があの支社へ出向したのはね、2年前、支社で重大なトラブルが発生して、抜本的な立て直しが必要となったからなんだ。そして私は望んで支社へと出向した。一支社のこととはいえ、もし立て直しに失敗したら間違いなく責任を取らされる立場になることから、周囲の人間は誰もが出向を尻込みしていた。けれど誰かがやらなくてはいけない仕事。それならば、と俺は自ら手を挙げたのだった。そしてこの度支社の立て直しが完了し、おかげさまで業績もなんとか上向きになってきた。それで私は本社に呼び戻されることになったんだ。
部長職への昇進はその功績が認められたからだよ。こちらの説明が予想外だったのか、大平課長は再度目を丸くして固まっている。多分彼の脳内ハードディスクは今、容量の上限に達しているのだろう。これはもう何かのバグが発生する前に強制終了してあげた方がいいな、と判断し、俺は固まる彼を一別し、最後通帳を突きつけた。君は優秀だ。けれど優秀だからといって、必ずしも良い組織人になれるわけではないのは、君も重々思い知っただろう。俺は一歩彼に近づき、真っ赤に染まったその顔を上から見下ろす。エリートだがなんだか知らないが、身の程をわきまえてはどうだい？その瞬間、とうとう立っていられなくなったのか、大平課長がその場にへたりと座り込んだ。小刻みに震える唇からは、上ごとのようなつぶやきが漏れている。俺がリストラ？この俺が？そんなこと許されるわけがない。呆然としながら、それでもそんなことを繰り返す彼に、俺は一度ため息をついた後、頑固な子供をあやすような口調で言い聞かせた。部内にとどまらず、君への不平不満が社員たちから溢れていること、君は知っておいた方がいいね。それに、君が課長になってから、営業第2課では急激に離職する社員が増えたこと、私もリサーチ済みだよ。それでも成果は出していた。成果ね。俺は言いながらしゃがみ込む。そして大平課長と目線を同じにしながら、その顔をまっすぐに見つめた。部下に休日出勤やサービス残業を強要するのが君の成果かい？そんなの仮にも上司としては下作中の下作だよ。部下は君の兵隊でもなければおもちゃでもないからね。口調は冷静ながらも、俺は内心彼に怒っていた。部下あっての立場だろうに、それもあたかも使い潰していいもののようにして扱うなんて言語道断だ。それに彼が無駄だと切り捨てたものこそ会社運営にとっては大事だったりする。社員は人間であって機械ではない。仕事を効率的に進めることと自分の狭い価値観で周囲を振り回すこととは全くの別物なのだから。そして俺のそんな感情が伝わったのだろうか。彼は気をされたようにして頬を引きつらせると、今度こそ言葉をなくして黙り込む。その姿を見下ろしながら、俺はすくっと立ち上がった。君、無駄は嫌いなんだろう？私から言わせれば、こんな言い争いこそ無駄の極みだと思うんだがね。では、荷物を早く片付けて、席を空けるように。俺はそれだけを言い置いて、大平課長の集体に騒然となっているフロアを落ち着かせるべく、その場を後にする。それから間もなく、大平元課長は会社から追放されたのだった。さて、それから1ヶ月後、社員たちが朝の挨拶を交わし合いながら出勤してくる。そうして全体ミーティングの後、それぞれが自分の仕事をすべく動き出した。慌ただしくも活気あるその様子を、俺はフロアの隅から見守っている。俺はあれから社内風紀の改善に努めた。そして俺は営業部の全員と個人面談を行い、社員たち一人一人の不満や意見を徹底的に吸い上げ、改善できるところは早速着手し、また希望に添えない場合でもできる限りのアフターフォローを実施したのだった。おかげで1ヶ月前と比べ、部内の雰囲気は格段に向上している。ちなみにあの後、大平元課長はというと、縁あって同業他社へと移ったらしい。だがその高いプライドを傷つけられたのがよほど嫌だったのか、早く成果を出そうと焦った結果、そこでも同じことを繰り返して結局解雇されたのだとか。三つ子の魂100までとはよく言ったもので、人間、早々には変われないものらしい。外回りに出かけるもの、自責で書類作りに励むもの、フロアには様々な社員たちの姿があるが、その横顔は一様に明るい。
会社は組織で、組織を回すのは人で、自分たちは部下の支えがあってこそ偉い顔ができている。俺はこれからも、時には社員たちの無駄をすくい上げ、彼らが働きやすい環境づくりを徹底していこうと改めて誓ったのだった。